はい、どうもです。今回はですね、こちら、猫ザメっていう食材ですね。ということで、こちらなんですけども、ハエナワ漁っていう、すごい長いロープにですね、釣り針を50個100個ぐらいつけて、そこに餌をつけて、海に流して釣り上げる漁法があるんですけども、それでね、かかったみたいです。ということでね、タダでもらいました。猫ザメはね、食べたことないんで普通に楽しみですね。ということで、早速、観察していきましょう。はい、こちらが猫ザメの頭ですね。目の上にね、こういうコブみたいなのがあって、なんか恐竜みたいな形してるんですよね。ここでしっかり硬いんだよね。で、目はね、その名の通り、昼間の猫みたいな感じですね。で、重さは、4、5キロぐらいですね。で、このサメはですね、背びれにしっかりしたトゲがあるんですよ。で、このトゲなんであるのかなと思って調べたんですけど、これね、わかんなかったです。まだ謎に包まれてるらしいですね。後ろの背びれにもしっかりついてるんですよ。かなり硬い。さて、裏側見てみましょうかね。で、このサメはね、口がね、面白いですよね。サメみたいにね、牙がなくて、鼻もすごいんだけど、歯がね、こういう平たい構造になってて、貝とかを食べるような口になってるんですよね。なんでね、人形を取ったりできるような口をしてないですよね。だから安全なサメと言ってもいいんじゃないでしょうか。で、このサメを触ってみての一番の特徴は、これ。見えるかな？粘液がすごいんですよ。これはもう本当に生き物に対して失礼な例えなんですけど、ギリ鼻くそになる手前みたいな。そんな感じの粘液なんですよ。一回手についたら、もう本当に取れない。左手についたっつって手洗おうと思ってこうやってやったら今度右手について、みたいな。俺が今まで触った魚の中で最も厄介な粘液をしてる気がする。すごい粘液。はい。で、ちなみになんですけど、さっきね、猫ザメのトゲ俺普通に触ってたじゃないですか。なんかね、猫ザメのトゲって毒がある説があるんですよ。でもね、正直、多分毒持ってない。いや、絶対毒持ってないでしょっていう見た目してるから多分ないと思う。だから俺もう全然触ってる。なんかね、ネットでもね、なんか賛否が分かれてるんでね、知ってる人いたらね、コメント欄で書いといてください。でももし僕がね、この後体調が悪くなったとかあったら、俺がコメント欄に書いとく。毒あったわ、やっぱりっつって。どうせないから、こんなん。はい、ということで早速調理していくんですけども、今日はですね、湯引き、刺身、煮付け、こちら3品をね、作っていこうかなと思います。ということで早速調理していきましょう。はい、それではヒレを落としていきましょう。もうほんと鼻水みたい。硬い。硬くて歯が入らんぞ。初めてや。硬っ。なんやこれ。で、このトゲがね、真ん中と繋がってるみたいで、落とせなさそうですね。諦めましょう。サメはですね、普通の魚みたいに鱗ないんでね、早速お腹をね、開いていきましょうかね。よいしょ。じゃあお腹を開いていきます。お腹側結構ね、サメ肌が緩くて、さばきやすそうですね。じゃあ包丁入れていきますね。いきます。うわ、水が出てきますね。おー、ここすごい硬いんで、ハサミでいきましょう。メスだこいつ。手がネチャネチャです。猫ザメの内臓はもうサメと一緒なんですね。ちょっと手がヌメヌメするんで手袋しました。猫ザメさばくときは手袋した方がいいです。おー、卵ちゃん出てきたね。これ猫ザメの卵です。これ食べてみますか？ほら。まだね、外側が覆われてなくて、卵黄の部分だけなんでしょうね。3個、そして4個目。おー。4個だけ成熟してて、あと、このちっちゃいやつ。これはね、まだ成熟してなさそうですね。この卵は何かね、料理にしてみましょうかね。ちょっと4つもいらないけど。でですね、こちら、サメの特徴的なやつですね。こちら、肝臓ですね。サメはですね、浮き袋がなくて、肝臓にね、油を溜めて浮力の調節してるんで、その分ね、肝臓が大きいんですよ。肝臓が大きくて、油がね、たくさん含まれてるんですよね。ただね、サメの肝臓臭いです。基本的に。さて、これは何でしょう。これは、ちょっと切ってみますか。なるほど。ちょっとわかんないんですけど、おそらく卵巣か何かなんじゃないかな。一対ありますしね。じゃあちょっと一旦ね、綺麗にします。はい、ちょっと一旦ね、血を洗い落としました。とんでもない血が出てきてたんで、結構グロかったんでね。で、これが、腸ですね。何が入ってるんでしょうね。貝とかそういう硬い生物が入ってると思うんですけどね。出てきた。ほら、ちっちゃいですけど、これカニの味ですね。カニとか食べてるんですね。結構いいもん食ってるじゃないですか。さて、内臓取り終わったんで、このね、血の分をね、取っていきましょう。うわ、すごい。で、これきれいにしていきます。ちょっとこの魚、ぬめりがシャレになんないですね。一旦しっかり洗い流していきます。
いや、皆さんちょっとね、僕、こいつ、そんなに難しい魚じゃないと思って、結構甘く見てたんですけど、こいつさばくの結構大変かもしれないです。全身固まりかけの鼻水みたいなヌルヌルがあって、でも手で触ったらもう手にこびりついてくるし、で、今までいろんなサメさばいてきたんですけど、今までのサメの中で一番サメ肌がすごいです。特にね、背中の部分がすごくて、カッチカチなんですよね。本当にね、恐竜みたい。こんだけ硬いんで、包丁入れたらね、一瞬で切れなくなるんですよ。これはね、結構手強いぞ。しかもなぜかね、永遠に血が出てきます。もうよくわかんないです。どこから出てるのか。っていう感じでね、非常に難しそうなんですけども、三枚おろしにね、していこうと思います。まあ、サメはですね、皮の表面からね、包丁入りづらいんで、一旦尻尾をね、落として、裏側から包丁入れるようにしていきます。よいしょ。中で。切れない。今まで僕の YouTube をね、見てる人はわかると思うんですけど、この切れないって異常なことですよ。ハサミでいってみますね。ほんまに切れん。切れた。すごいな。今のでめっちゃ硬いっていうのは分かったと思います。で、尻尾を落としましたら、今度頭を落としてみましょう。頭も、普段だったら、普通こっちからこうやって包丁入れていくんですけど、おそらく入んないんで、裏側から包丁入れていきます。やっぱ裏側からだと包丁入りますね。すごい切り方してますが、で、骨もね、サメとは思えんぐらい硬いんですよ。サメって軟骨魚類って言って、基本的には骨が柔らかいんですけど、こいつ硬いです。さて、もうこのままね、いっちゃいましょう。骨柔らかかった。嘘でした。よっしゃー、外れたぞ。いや、かわいい。さて、ここまで来たら、三枚おろしやっていきましょうね。さっきと同じように、皮の裏側から包丁を入れていきます。で、反対側も入れます。反対側もね、皮の裏側から入れましょう。背中の方が硬いんで、ちょっと怖いな。硬え。こんな見た目なんですけど、ワニの皮より硬いです。包丁がいっぱいかけてる。猫ザメってみんなどうやってさばいてるんだろう。めっちゃ包丁かけてるんだけど。勝った。よいしょ。通った。ちょっともう切れ味なくなっちゃったんで、包丁変えます。あとは普通に三枚おろしですね。で、反対側。で、サメはですね、普通の魚みたいにここ腹骨が入ってないんで、ここがね、切り落としやすいはずです。切り落としやすいですね、やっぱり。オッケー。半身がね、おろし終わりました。普通の魚はですね、背骨がこうやって1本入ってて、そこにヒレに向かってね、こうやってね、いっぱい骨が入ってるんですけど、サメはここの背骨1本しかないんで、背骨を外すだけで大丈夫です。1本の背骨をね、外していくって感じですね。で、反対側。てか俺 YouTuber でさ、一番サメさばいてるんじゃない？マジで何匹目よ、サメ。本当にたくさんサメさばいてきた。危ね。このサメ厄介なところがまたありました。この背びれのトゲなんですけど、これ背骨から生えてきてたんですね。こんな感じで生えてるんですよ。なんで、ここどうやって外そうみたいな。とりあえずハサミで切れないかね、試してみます。切れました。いや、猫ザメは結構今まででトップクラスに難しいぞ、さばくの。取れましたね。よいしょ。そう、こんな感じで背骨がね、1本だけなんですよ。面白いですよね。で、背骨の軟骨部分は梅水晶とかにね、して食べたりもできます。なんですけど、今回は使いません。はい、それがですね、三枚おろし終わったんですけども、俺やりたいことがあって、今までね、サメでわさびすりたいってずっと思ったんだけど、なんか、わさびすれるほどのサメ肌ってなかなかなくて、俺、ついに出会ってしまった。こいつだ。ちょっとわさびすってみようと思う。これはね、いいわさびがすれるんじゃないでしょうか。ちょうどね、わさびすっといたんですよ。わさび買っといたんですよ。いや、本当にタイミングがいい。このなんかボコボコみたいな取った方がいいと思うんで取っときます。何気にこのちゃんとしたわさび使うの初めてなんですよね。初めて買ったもんで、初めて買った時にたまたま猫ザメが来た。ついてる。使い方違ったらごめんなさい。一応洗っときましょう。
で、猫ザメの頭のここが一番ね、しっかりしてそうだったんで、ここで下ろしています。で、ここをね、ほんと重点的に洗いました。ほら、ここだけぬめりないの分かるかな？こっちもうなんかぬちゃぬちゃしてるじゃないですか。ここだけ綺麗なんですよ。じゃあ、失礼いたしますね。いきます。あれれ？うわー、でもいい匂い。ちょっとなんか猫ザメの色がついてる気がするけど大丈夫かな。来ました。人生初サメの皮でおろしたわさび。辛っ。これが美味しいんかどうかわからんけど、練りわさびと全然違うね。ちょっとごめんな、俺が経験値がなさすぎてそれしか言えん。すごいふわっとした味わいだった。でもね、そうなることを予想して俺はね、実はこれも用意してるの。これちゃんとしたわさびおろし、これもね用意してるんですよ。これでおろしたやつ食べれば違いがわかるじゃん。あ、全然すりおろせます。全然色が違う。やっぱサメのなんか皮とかいっぱい入ってたんだね、さっきは。お腹壊すんじゃないか、さっきの。大丈夫かな。はい、ちゃんとしたやつ実食。辛いんだよな。辛いんだよ、普通に辛いんだよ。辛い。市販のチューブの練りわさびとやっぱ全然違うんですね。すごいフレッシュで後味が柔らかい感じですね。で、サメの方がきめ細かくすれてるんだと思う。サメの方がもっと辛みがあって、で、一気にふわって口の中になくなる感じがする。どっちがうまいかは正直俺はわからん。でも、なんかサメの方が上品だなと思った。ということでちょっとね、僕がやりたいことをね、やったところでですね、そろそろ料理を作っていきましょうか。はい、それではこちら猫ザメの頭煮付けにしていきます。なんかこの頭美味しそうなんですよね。エラだけね、取りましょう。サメはね、ちょっとエラが取りづらいんですよね。普通魚ってね、エラ蓋が1つあって、そこから包丁突っ込んだり手を突っ込んだりしていけるんですけど、サメはね、エラ蓋が、5個とか6個とかあって、で、エラを取るのが大変です。はい、綺麗になりました。いやー、めちゃくちゃプレコに似てるよね、この魚は。で、こういう貝とかをすりつぶす系のタイプの魚は、歯がね、えげつなく硬くて、頭を割りたいところなんですけど、包丁が欠けてしまう可能性が非常に高いんで、このまま煮付けにします。さて、それでは、頭をまず入れていきましょうね。よいしょ。ぴったし。ここにですね、生姜とネギ入れていきます。ちょっと量がね、かなり多いんで、生姜多めに切っときましょうね。ほんでネギの頭部分、これも匂い消し。この中にね、ネギと生姜入れて水を入れていきます。でこれで一旦ね、火を入れていきます。いや、アクがすごいな。これアク取っていきましょうね。すごいな、この魚。こんなアク出るか。皮剥いでやった方が良かったかもね。もうメレンゲみたい。これがね、泡が出なくなるまでやっていきましょうね。なんか泡がすごいですけど大丈夫ですかね、これ。恐ろしいな。ちょっと煮付けするって言ってたんですけど、サメの頭の幅がちょっとでかすぎて醤油がとんでもない量いりそうなんで、やっぱ味噌汁にしましょう。味噌汁も美味しそうですしね。どんぐらいいるんだろう。味噌大量にいりそうですけどね。田舎味噌を使っていきましょう。ちょっとこれ多分少ないな。あの量だから相当いるはずよ。こんぐらいでしょう。さて味噌溶いていきましょうね。あとは味が染むのを待つだけ。はい、それではですね、刺身と湯引きを作っていきましょう。サメはですね、この真ん中の骨、血合い骨が基本的に入ってないんで、おそらくね、猫ザメも入ってないと思います。入ってない体で切っていきますね。真ん中で切っていきます。硬いですね。よし。なんか普通に身綺麗ですよね。他のサメはね、もっと身がブヨブヨしてるんですけど、白身魚みたいにしっかりしてますね。はい、それではですね、皮を剥いでいきましょう。皮を剥いでいきます。サメの血合いは結構臭いことが多いんで、ちょっと厚めに引いてもいいかもね。そんな調整する技量はないんですが、気持ち厚めにやっていきます。それに、サメの皮目ってすごいね、筋っぽいことが多いんですよね。このサメもそんな感じがします。よし。お、サメに関してはこの赤いところが残るようにじゃなくて、逆に残んない方が美味しいと僕は思ってます。あ、でもこのサメ臭くないぞ。血合い残してもよかったかもね。
全然臭くない。はい、それではですね、刺身切っていきましょうかね。締められた時間が確か8時間前ぐらいで、かなり鮮度が良くてね、身が結構硬いはずなんで、薄めにね、引いていこうと思います。さて、刺身とは別に、こちらね、湯引いていきましょうね。普通の湯引きよりはしっかり火入れていきます。さて、熱湯をかけていきます。これはなんだかんだ湯引きが一番美味しい気がしてます。オッケー。ほんで、氷水に入れます。はいら。いいでしょう。なんか大葉がでかいですね。この辺に置いとこうかしら。甘噛みしたな。この辺に置いとこうかしら。あ、崩れちゃった。置いとこうかしら。ラスト、卵、塩茹で、美味しくあってくれ。4つ入れます。ポン。ちょっと待って。溶けてる。一瞬で溶けた。待って。一瞬で割れちゃったんだけど。めっちゃ割れた。マジか。割れるんか。卵焼きにすればよかったな。聞いてないよ、割れるなんて。とりあえずざるに出してみます。よいしょ。出んな。皆さん見てください。初めて見る卵です。なんでしょうこれ。海綿みたいになってる。うわ、なんなんこれ。完成。はい、それでは完成しました。いただきます。いやー、ちょっと猫ザメ楽しみやな。とりあえず味噌汁からいただきましょうか。ここにほほ肉があるはず。皮を剥いて。おー、あった。ブリッブリやん。うわー、もう俺ね、身の見た目で大体気づいてるんですけど、最初に言ってきます。これうまいです。いただきます。あれ？なんかね、半分ゼラチンの鶏肉っていう感じ。何言ってるんやって話なんですけど、マジでそんな感じ。プルプルしてて、あれ？トロッとした食感なのかなと思いきや、しっかりと身は弾力があるんだよね。で、新鮮だからっていうのもあると思うんですけど、旨味とかは全くない。魚としての風味とかもない。ちょっと生臭さがあるだけ。正直に言います。美味しくはないですね。まあ食えなくはないぐらいの感じかな。皮も食ってみようかしら。いただきます。ここもゼラチン質の鶏肉みたい。美味しくはないですね。ちょっと残念。包丁あんだけ炒めてさばいてこの味だったら買い手はいないだろうなっていう感じですね。で、この魚後味がすごく悪いですね。魚自体に塩味があるっていうのかな。なんか口の中にすごいくどい感じの味が残りますね。ということで、刺身ね、いってみましょうかね。俺ね、刺身湯引きは美味しいと思ってる。はい、それでは刺身からいただきます。醤油をつけて。美味しくもまずくもないね。すっごい食感が。でもね、やっぱりなんか独特の後味がある。これなんて表現したらいいんだろうな。口の中にすごいえぐみが残りますね。これはね、ちょっとね、美味しくないかもね。で、食感はね、すっごいしっかりしてる。ゴリッゴリって感じ。この食感俺は別に嫌いじゃない。ただ後味がね、微妙かも。では、湯引きポン酢でいきましょうね。湯引きが一番美味しいかもね。やっぱ湯引きだろうがなんだろうがえぐみがあるんでちょっと微妙ではありますね。では、最後、卵いってみましょう。これはもうね、そのままよ。食えるぞ。この卵食えるぞ。ちょうど1年ぐらい前に他のサメの卵食べた時に、もうアンモニアがすごすぎて、むせて食べれんかったよね。で、サメの卵って食べれないもんなんだってね、思ってたんですけど、今回食べれるわ。で、ただ、全然美味しくない。例えるなら30分ぐらい茹でたゆで卵の黄身って感じです。で、もうちょい味薄めって感じ。すっごいパサパサしてベロにこびりついてくる感じの。後味ほんのりアンモニアくるんですけど、これは許容範囲なのかなって感じですね。ただ、皆さんアンモニア取りすぎると本当に意識朦朧としてくるんでね、気をつけてくださいね。もう俺はそれでちょっと無茶して一回ね、頭がね、ぼーっとしてきたこともあるんで、皆さんは気をつけてくださいね。
はい、それではごちそうさまでした。いやー、まあちょっと今回ね、猫ザメということで食べてみたんですけども、まあ結構サメって美味しくないイメージがあると思うんですけども、種類によっても大きさによっても全然味って違くて、美味しいサメもいるんですけども、猫ザメはしっかりとサメの良くないところを反映してるような、そんな味でしたね。まあちなみにですね、こっちで食べたサメの中で言うと、ヤジブカがね、一番美味しかったかな。あれはね、美味しかった。はい、ということで、今回の動画終了させていただきます。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、